どうも奥平です。今日もルームツアー同様アフレコでお送りしたいと思います。以前も少しやったんですけど、人生を変えてくれたもの10選を紹介したいと思います。この10選は一つ一つにストーリーもあるので、ゆっくりラジオ感覚で聞いていただけたら嬉しいです。紹介させていただいたものは概要欄からリンクで飛べるようになっていますので、気になる方はぜひそちらも詳しく見てみてください。それでは10選を一つ一つ紹介していきたいと思います。まず最初に紹介するのはコーヒーミルです。カリタのナイスカット G というものです。これを買う前までは、コーヒーの豆を買うときはひいてもらって粉の状態で買っていました。自分で豆をひくようになりまして、朝の時間がかなり楽しく感じられるようになりました。ひきたての豆はすごく美味しいですね。調整も細引きから粗挽きまで結構細かくできるので、そこもおすすめです。ハンドドリップを始めたのもこの機械を買ってからだと思います。この朝のコーヒー時間があることによって、その一日のルーティンの中に入ってるんですけど、何かリズムが整うような感じがします。このナイスカット G は豆を均一にひけることによって美味しいコーヒーを楽しめるということも評判なので、コーヒーミルの中でもとてもおすすめです。次は財布ですね。アブラサスというメーカーのものになります。こちら、最初見たときはちょっと衝撃を受けました。こんな感じに手のひらに入ってしまうような小ささになっています。中はカードが多くて5枚程度で、小銭とお札が入るような感じですね。僕は昔カードを大量に持ち歩いてたので、その時からすると信じれない財布になっていると思います。財布を小さくすることは僕の中でかなり大きかったことかもしれません。関係してるかわからないんですけど、財布の中をすっきりさせたことによって、なんかお金の管理がうまくできるようになった気がします。使いやすさもやっぱり抜群ですね。このように片手で開いて右手で小銭を取ったりお札を取ったりしています。あと本革なのでちょっとずつ、経年変化していくのも楽しめると思います。こんな感じにポケットにさっと入れることができるので、ストレスなく使えることはとても嬉しいです。カードもこのように閉めた状態から押して取り出すこともできるので、とても便利なお財布になっています。次はこちらのオーブンレンジになります。東芝の石窯オーブンというものですね。これを買ってからはかなり生活人生もすごく大きく変化した気がします。オーブンを変えたことによってかなり料理の幅がぐっと広がりましたね。特にお菓子作りなんかはあまりしていなかったんですけど、これを機にすごくするようになりました。最初は半信半疑で本当に何か変わるのかなって思いながら買ったんですけど、パンの膨らみ具合とかも全然違って、本当にこれにしてよかったなっていうふうに思います。なんといっても僕の夢であった自宅でピザを作るという目標を叶えてくれたオーブンでもあるので、本当に嬉しいです。2枚同時に焼くことができるので、おもてなしの時には大活躍します。で、こちらはオーブンについているレシピですね。ボロボロになるまでたくさん読みました。これ通りにやればうまくいくことが多いので、とてもこのレシピ付きなのもおすすめです。これからもいろいろなレシピに挑戦していきたいと思います。次はカメラ。ソニーの α7 シリーズというカメラになります。カメラは本当に大きく人生が変わった気がします。 YouTube の撮影で使っているカメラもこの
ソニーの α7 シリーズになります。4年前にこの α7-2 というカメラを買いまして、そこから映像の世界にも興味を持ち始めました。α7-2 でも中古で購入したんですけど、決して安い値段ではなく、すごい迷ったんですけど、本当にその1台のカメラで人生がかなり大きく変わったと思います。やっぱり自分の世界観を表現できるカメラは僕はソニーだと思っています。これからもこのカメラで日常を撮影できたらというふうに思っています。次は電球です。ただの電球かもしれませんが、僕の中で大きく変えてくれたものの一つです。電球で人生が変わったってどういうことっていうふうに思うかもしれないんですけど、この電球の明るさにポイントがありまして、僕幼い頃から、高校実家から家を出るまでずっと眠れなくて、眠気みたいなのも全然来なかったんですけど、こういう明るさの電球に変えた途端、不思議と寝れるようになったんですよね。実家がめちゃくちゃ明るかったのかもしれないんですけど、この暗さに変えてから自然と眠気がスッと来るようになりました。家へ来る人はみんな暗って言うんですけど、この明るさと色が本当に心地が良くて、もうずっと使い続けています。環境の変化で人は結構変わるっていう風によく言うんですけど、電球の明るさも環境を大きく変える一つの道具だと僕は思っています。次はストーブですね。アラジンのブルーフレームヒーターというものになります。ただ温めるだけのものだったらこの10選には選んではいないんですけど、ある悩みが改善されてこの10選に選ばせてもらいました。まず機能面としては5畳6畳ぐらいのお部屋で使っているんですけど、すぐにお部屋が温まってずっとつけていると暑いぐらいになります。広いお部屋だとこれ1台だとちょっと物足りない感があるので、エアコンと一緒に使うことをお勧めします。こんな感じで持ち手もついているので、運んでもう一つのリビングキッチンの方に運んだりもします。こんな感じにパカッと開けて中に火をつけていく感じです。アラジンは全て機械でやってくれるストーブと違って手で一つ一つやっていくので、そこも楽しめるポイントだと思います。特徴なのはこの青色の炎ですね。先ほど言っていたある悩みが改善されたことなんですけど、アラジンにはこのように上に夜間みたいなのを乗せて加湿することができます。それで乾燥がほとんどしなくなり、肌荒れが全然しなくなりました。もちろん今までいろんな加湿器を使ってきたんですけど、なぜかこれが良かったみたいです。意図してはなかったんですけど、悩みを解決してくれたアラジンには感謝です。ノートパソコンの MacBook Pro になります。5、6年前に入ったデザイン学校をきっかけに、この Apple の MacBook を使うようになりました。デザイン学校では建築、インテリア、エレメント、家具を学んでたんですけど、もちろんその設計をするためにこのパソコンは使っていたんですけど、もう一つはその学生中にその YouTube を始めて、このパソコンで編集をし始めました。今まではこんな高性能なパソコンを使ったことがなかったので、それにあまりに感動して毎日パソコンをいじっていた記憶があります。今のお仕事でもこのパソコンを使っているので、大きく人生を変えてくれたものの一つだと思います。次は古着ですね。フィールド&ストリームというものの古着です。これは20歳ぐらいの時、7年前ぐらいに勤めていたその古着屋さんで買ったものだと思います。2000円ぐらい
もしなかったかな、そのぐらいで買ったと思うんですけど、ずっと着ています。ここで衝撃だったのが古着が長く着れるということですね。古いものは寿命が短いように思うんですけど、実は昔に作られたものは意外と作りがしっかりしてたりします。今は工場で結構大量生産ということが多いんですけど、昔はやっぱりそういう風に一つ一つ手作りだったりもするので、古着はとてもおすすめです。古着そのものもいいんですけど、その古着自体のその奥深さが人生を変えてくれたと思います。次は種尻誠さんの 1000% の建築という本です。これは僕が大学生の頃ぐらいに読んだんですけど、衝撃を受けた本の一つです。ここからデザインを強く学ぶきっかけにもなりました。内容は建築の技術的な部分ではなくて、その建築の考え方みたいなのが学べる本になっています。これを読んだ時は今までの既成概念を考え直させるような本だと感じました。もう一つ学んだことは疑問を持つということですね。この情報が多く流される社会の中ではいかに疑問の大切さを考え直させられます。最後は土鍋になります。永谷園さんのかまどさんです。僕はこれをきっかけに炊飯器を手放すことになりました。最初は手放すのが結構不安だったんですけど、いざ変えてみると炊飯器では味わえない楽しみ方を知りましたね。火加減をちょっと弱めたり強めたりして、その日の気分に合わせて炊くこともできるので、ちょっとした不便を味わいたい人はすごいおすすめだと思います。内蓋もついているので、ご飯がしっかりふっくらと炊くことができます。そのおかげか火加減もそんなには難しくないと思います。このかまどさんで一番最初に食べたお米は本当に美味しくて感動したのをすごく覚えています。これもコーヒーと同様に朝の楽しみの一つでもあります。また内蓋を取れば普通の鍋としても使えるのでおすすめです。かまどさんにしてからはやっぱり自分で火をつけないといけないので、朝習慣を変えてくれたものの一つだと思います。人生を変えてくれたもの10選はどうでしたでしょうか。本当にどれもいいもので、このものに出会えたことに本当に感謝していますね。そんな感じで今日は終わろうと思います。最後までご視聴いただきありがとうございます。気になるものがあったら概要欄に貼ってありますので、どうぞ覗いてみてください。ありがとうございました。